はいどうも B 賞です。今日はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3シリーズの新作ホットトイズグルートについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。フィギュアを紹介する中で映画についても触れる可能性があるので、映画を見てない人とかネタバレ厳禁の方は注意をお願いします。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。カスタムの依頼については Twitter だったり Instagram の DM からメッセージをお願いします。ということで、シリーズ1体目のホットトイズはグルートが発表されました。グルートのホットトイズが公開される数時間前にプレリリースとして、この画像が公開されたんですけど、この画像の中ではガモーラを除く主要メンバー全員の姿があるということで、今後の期待も高まるシリーズになるかなというふうに思います。この写真を見る感じだとヘッドの造形が気になるところではあるんですけど、パッと見過去作と同じような雰囲気を感じてしまうんですよね。まだ開発中なのかいつ正式な発表があるかはわからないんですけど、続報には期待したいと思います。ということでここからグルートについて詳細見ていきましょう。まずは今回発表されたグルートについては通常版とデラックス版の2種類が存在しています。違いとしてはデラックス版には大きく分けて2つのパーツが追加されていて、まず1つ目は映画の前半でウォーロックと戦った際に体を完全に破壊されてしまうというシーンがあったんですけど、その後頭から触手のような細い 4,5 本の腕が生えた様子を再現できるパーツが付属していて、映画でもあったような特徴的な姿を再現することができるようです。そして2つ目はクイルとの共闘シーンを再現するような無数の腕と銃を構える様子を再現できるパーツも付属していて、手に持っている6丁の小型ピストルに関してはデラックス版のみの付属となっています。で、この状態を再現するためには胴体の部分を丸ごと交換するという感じになるようですね。いくつかの写真を見ると枝分かれした腕が上についていたりもするので、稼働させることも可能なのかなというふうに思いました。で、このギミックについてはベノムやカーネージの触手のような構造で中に針金が入っている感じになっているのかなというふうに思います。かなり印象的なシーンだったのでホットトイズでも再現されたら嬉しいなと思いながら映画見ていたんですけど、たくさん銃を撃つ様子を再現できるのが素晴らしいセットになるようになっているかなというふうに思います。デラックス版のボーナスアクセサリーとしては以上となるので、ここからは共通の内容について詳しく紹介していきます。まずはヘッドから見ていきましょう。今作では3種類のヘッドが付属していて、劇中でも見たような表情を再現することができます。表情は真顔、笑顔、そして今にもI am Groot と聞こえてきそうな叫ぶ様子を再現したヘッドが付属しています。眼球可動は今回付属していないようなので、目線を変えるということはできないんですけれども、交換することで表情を変えることができるのは嬉しいポイントかなというふうに思います。ただ、真顔の表情とか、一つくらいについては目線が変わったりとか、眼球可動によって目線を変えられるようなものがあってもいいのかなというふうには思いましたね。そして頭の部分には苔が生えているんですけれども、プロトタイプを見る分にはただのペイントではなくて、ちょっとケバケバしいというか本物の苔っぽく見える造形になっているのが素晴らしいなと思いますし、頭のてっぺんから生える、小枝も可愛いなと思いましたね。でも全身そうなんですけど、木目調の表面なんかも本物の木が集まっているような見た目になっていると思いますし、ペイントなんかを見てもとてもリアルな造形見た目になっているかなというふうに思いました。そして体にも苔が生えていたりとか、木の造形も素晴らしい見た目になっていると思いますし、可動域もめちゃめちゃ動くというような感じではなさそうなんですけど、しっかりと動くフィギュアになっているかなと思います。可動域については通常のフィギュアだと大体30箇所の可動域が普通だと思うんですけど、このグルートに関しては20箇所の可動域となっていて、ちょっと少なくなっているようですね。そしてそれ以外の付属品としては大型のピストルが2丁、デラックス版にはプラスで小型のピストルが6丁付属しています。あとは丸い形をした爆弾も付属しているようですね。基本ディスプレイするとしては銃を構えたりとか踊る様子を再現する感じになるかなと思うんですけど、付属品としては十分な内容になっているかなというふうに思いました。台座はよくある六角形の形をしていて、ガーディアンズのエンブレムと映画ロゴが中央に描かれていて、色はグルートに合わせてなのか茶色のデザインとなっています。ちなみに本編だったりとか12分の1フィギュアには付属していたグルートの翼、それについてはホットトイズに付属することはないようです。背中の部分の木を1枚剥がしてジョイントにしたりとかパーツを交換することはできそうなので、映画見てるときは期待していたんですけど、そこはちょっと残念なところかなというふうには思いますね。先に12分の1フィギュア見たときは、どういう経緯でそういう姿になったのかというようなところがちょっと意味わかんなかったんですけど、見て納得というか、映画を見た後だと付属していて欲しかったパーツかなというふうに感じは思いました。それでは続いて発売時期と価格について紹介していきます。今回は予約開始されている人たちトイズの情報を紹介していきます。概要欄に国内海外それぞれのサイトリンクを貼っているので、ぜひそちらも参考にしてくれると嬉しいです。ということで、育ちトイズでは通常版の価格が 38,430 円、デラックス版の価格だと 47,880 円となっていて、発売時期はどちらも2024年の10月頃のようです。デラックス版に関しては発売時期の表記が2042年となっているんですけど、さすがに表記ミスだと思うので、特に時期がずれたりとかそういったことはないかなというふうに思います。で、値段に関して育ちトイズでも、特にデラックス版に関しては、まあまあの値段に今回なっている
と思うんですけど、トイサピエンスの場合だと、ここからプラスね、6000とか7000というようなことを考えると、デラックス版だと、5万5000くらいになる可能性が高いのかなというふうに思っています。このシリーズに関しては今後ね、ガーディアンズのフルメンバーが発売予定されているということなので、単純計算で、1体平均4万円としても、6体揃えるとなるとね、24万円ということで、予約するとしても普通のね、一般的なコレクターからすると厳選することになるかなというふうに思っています。ユニフォームを着ているので、揃えたらね、素晴らしいコレクションにはなると思うんですけど、クイルは確実に買いたいとして、またグルートとロケットはね、ちょっと考えてるんですけど、それ以外のフィギュアについては検討にもなるかなと思いつつ、続報を楽しみにしたいと思います。ということで今日はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3シリーズの新作トイズ、グルートについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。表情も豊富ですし、通常版でも楽しめるとは思うんですけど、予約するのはやはりデラックス版が魅力的なので、コレクションはしたいなというふうに思っています。初めの頃はインフィニティ・ウォーあたりの反抗期グルートが大好きで、未だにね、ロケットとのセットフィギュアを買おうか迷ったこともあったんですけど、映画を見て今作のガチムチグルートをね、とても好きになったので、チームとして揃えていきたいなというふうに思っています。動画を作っている時点ではトイサピエンスの予約は開始されていないんですけど、ゴールデンウィーク明ければね、すぐに予約開始されると思うので、概要欄にあるリンクから詳細覗いてみてください。そしてそれ以外のメンバーについても続報はね、期待して待とうと思います。まだキャシーだったりとかバルチャーとかね、プレリリース版のものも多いと思うので、実際かなり後に発表される可能性はあるんですけど、シリーズ最後を飾るにはね、本当に素晴らしすぎる映画だったと思うので、ホットトイズの方にもね、頑張ってほしいなと思います。で特にヘッドの造形などに関しては、もちろん造形もそうなんですけど、眼球可動とかね、そういった細かいところまでこだわってくれることを期待しましょう。ということで、この動画参考になったり、いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、概要欄の下の方に僕の Twitter だったり、Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。